こんにちは、まるこです。今日勉強するのは第1段階の項目10、進路変更など、この項目について勉強していきたいと思います。進路変更とは、同一方向に進行しながら進路を変える行為を言い、イラストのように車線変更や障害物の非常、右左折のために寄るときなどに行います。この動画では進路変更など道路を走行する際には必ず行う運転操作の注意点を誰にもわかるように解説していきます。今回の動画の内容をよく知らずに道路で運転するのは、ヒノキの棒で魔王に戦いを挑むくらい無謀なことなので、車を運転する方はぜひそのままご覧ください。では、今回の動画の主な内容としては、1、進路変更。2、横断、転回、交代。3、割り込み、横切りの禁止。この3本となります。動画の最後には学科試験でよく間違える要注意な問題をピックアップして解説していきますので、最後まで見ていってください。それでは早速いきましょう。まずは進路変更について解説します。進路変更とは冒頭でも説明した通り、同一方向に進行しながら進路を変える行為を言います。この進路変更がうまくできないと、車線変更ができない、障害物を避けられなくなる、右左折の際横をすり抜けてくる二輪車と巻き込み事故を起こしてしまうなど、危険な目にあったり交通違反で検挙されてしまう可能性が出てきます。運転中は場面に応じて進路変更を行う必要があるんですね。また進路変更をするときに気をつけてほしいのが、車はみだりに進路変更をしてはいけないということです。みだりにとは正当な理由がないのにという意味です。右左折や追い越しなど理由があって進路を変更する分にはいいですが、理由なく自分の気分で進路変更をしてはいけません。また理由があっても後ろから来る車の妨げになるような進路変更をしてもいけません。進路変更をするときには安全を確認して適切に行ってください。安全確認の手順については項目9の動画で詳しく解説していますので、まだ見ていない方はぜひご覧ください。ということで、進路変更をするときには安全を確認して行うのですが、たとえ安全であっても進路変更をしてはいけない場合があります。黄色の線の車両通行帯の場合です。黄色の線の車両通行帯は進路変更禁止の表示となります。車はこの線を越えて進路を変更してはいけません。これはたとえ右左折や追い越しなどの理由があっても禁止になります。走行中は気をつけましょう。また、黄色の線の車両通行帯でも注意してほしいのが、このように白線がついている場合です。この場合は白線側からは進路を変更することができます。A 側からは進路変更できるけど、B 側からは進路変更できないといった感じです。学科試験で間違えないように覚えておきましょう。というわけで、黄色の線の車両通行帯からは原則進路変更が禁止となりますが、例外として次の場合は、黄色の線の車両通行帯でも進路を変更することができます。1、緊急自動車に進路を譲るとき。2、道路の損壊、道路工事などで通行している車両通行帯が通行できなくなったとき。3、1と2のために進路を変更した後、元の車両通行帯に戻るとき。以上の場合は例外として黄色の線の車両通行帯でも進路を変えることができますので覚えておきましょう。次は横断、転回、交代について解説します。横断とは道路外の場所へ出入りするために歩道などを横切る行為を言います。転回とは今まで進んでいた方向の逆方向に向きを変え進む行為を言います。主なものでは U ターン、それと実はこのスイッチターンも転回に含まれます。交代とは後ろへ下がること、バックすることを言います。これらの行為を行うときは歩行者や他の車の正常な進行を妨げてはいけません。横断、転回、交代をするときは他の交通に注意して行いましょう。また、ここで一つ気をつけてほしいのが、横断と転回に関しては標識や表示によって禁止される場合があることです。この標識は車両横断禁止です。この標識のある道路では車は横断してはいけません。ですが注意してほしいのが、この標識があっても左側への横断は可能です。標識をよく見てみると、それを示すように矢印の向きが右向きになっていますね。この標識のある道路では車は絶対に横断をしてはいけないと出題されたら、その答えは×になりますので気をつけましょう。この標識表示は転回禁止です。この標識表示のある道路では車は転回してはいけません。U ターンなどしないようにしましょう。また、この転回禁止と転回禁止の終わりの標識表示はよく似ているので注意してください。転回禁止の終わりの標識表示があれば、
そこからは展開が可能な道路となります。見間違いないように気をつけましょう。次は割り込み横切りについてです。割り込み横切りとは、イラストのような車の前に割って入ったり横切ったりする行為などを言います。無理な割り込みや横切りは危険なため禁止されています。車線を変更したいときなどは後続車と適切な車間距離を取り、無理な割り込み横切りにならないよう他の交通に注意してください。では今回の動画のまとめです。1、車はみだりに進路を変更してはいけない。2、黄色の線の車両通行帯は進路変更禁止。ただし緊急自動車に進路を譲る場合や道路工事などの障害物で進めなくなった場合、そこから元の車両通行帯に戻る場合は例外として黄色の線の車両通行帯でも進路変更できる。3、横断、転回、交代をするときは歩行者や他の車の正常な進行を妨げてはいけない。4、横断と転回は標識で禁止される場合がある。5、無理な割り込み横切りは危険なためやってはいけない。では最後に練習問題です。第1問、A の通行帯から B の通行帯へ進路を変更してもよい。車線が白線と黄色の線で区画されている場合は、黄色の線側からはたとえ右左折や追い越しのためであっても進路変更が禁止されますが、白線側からは進路変更が可能となります。第2問、黄色の線の車両通行帯でも緊急自動車に進路を譲る場合は黄色の線を越えて進路を変えてもよい。設問の場合は例外として黄色の線の車両通行帯でも進路を変えることができます。第3問、この標識のあるところでは同時に交代も禁止される。横断と転回は禁止されますが、この標識があっても交代は禁止されません。必要があれば他の交通に注意しながら交代しましょう。では今回の教習は以上となります。お疲れ様でした。このチャンネルでは現役の教習所教官による免許試験対策の動画を配信しています。今回の動画が良ければ評価やコメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。マルコ教官ブログというブログもやっています。ブログでは免許に関わる情報と生活改善情報を発信していますので、こちらもチェックしていただけるとありがたいです。Twitter もやっています。YouTube やブログの更新情報、日々思ったことをつぶやいています。どちらも概要欄に記載してありますので、良ければフォローお願いします。それではご視聴ありがとうございました。